お久しぶりです。アウトドアライフ23のカズです。2023年も残りわずかとなりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回は2023年のまとめ動画として、この1年最も活躍したキャンプギアっていうのをランキング形式で皆さんにお伝えしていこうと思います。このランキングの中には僕の定番のキャンプギアっていうのは入っていません。例えばこの焚き火ベストであったりとか、この帽子であったりとか、この白いテントっていうのはもう定番のアイテムは入れずに、この2023年で買ったキャンプギアであったりとか、動画では映っていないキャンプギアっていうのを改めて紹介しようかなというふうに思っています。どのキャンプギアが1位に輝くのかっていうあたりも楽しみにしていただきながら、最後まで動画を見ていただけると嬉しいです。というわけでキャンプギアを紹介していこうと思います。それでは行ってみましょう。第10位に選んだキャンプギアっていうのはこちら。このテントを第10位に選んだ理由っていうのは、やっぱりソロにぴったりの居住空間、サイズ感っていうのがあったりとか、僕自身薪ストーブが結構好きなので、その薪ストーブを使えるように煙突穴があったりとかっていうところの使い勝手の良さが、僕が選んだ基準になります。また設営も簡単ですし、ソロ用のドーム型テントっていうのがなかなかないんですよ。でしかもソロ用のドーム型テントっていうのは数が少ない中でも薪ストーブも使えるってなると結構値段が上がってしまうんですけど、このテントは買いやすい手頃な価格っていうところもあって、僕はこのテントを第10位に選びました。内側と外側にもスカートがついているテントってなかなかないと思うんですよ。オールシーズンいけるっていうあたりも考えると、非常にコスパのいいドーム型のソロ用のテントじゃないかなというふうに思っています。2023年の後半はあまり活躍してなかったんですけど、2024年のまだ1月から春先ぐらいまでにはまだ活躍してくれるテントかなというふうに思ったので、今回選びました。もし薪ストーブが使いたくてけどドーム型が欲しくてっていう方にもぜひおすすめできるキャンプギアだと思うので、参考にしていただければなというふうに思います。というわけで第10位のテントはこのドーム型のテントになりました。続いて第9位に選ばれたキャンプギアっていうのはこちら。ビクトリオノックスのナイフになります。5、6年ぶりに新しいナイフを導入したんですけど、これがまあ良かったんですよ。僕は今までナイフって言ったらモーラーナイフのコンパニオンをよく使っていて、もうこれでも非常に満足していたんですけど、そろそろ何か新しいナイフが欲しいなっていうふうに思った時に、正直モーラーナイフのサイズ感っていうのは僕自身に合っていたので、そのサイズ感に似たようなナイフが欲しいって思った時に何かないかなというふうに思って、たくさんアウトドアショップを巡って手の握った感覚とかバトニングができるナイフっていうのが僕の中ではナイフを選ぶ選考基準なので、そういったあたりができるナイフってなるとフルタングの耐久性のあるナイフを選ぶことになるので、非常に迷いました。正直コンパニオンも気に入ってるので併用しながら今使ってるんですけど、このコンパニオンと違うところはたくさんの拡張機能がついているところです。ケースにファイヤースターターがついていたりとか、拡張できる巻きつけることによっていろんな用途で使えるナイフに変身したりするナイフですので、男心をくすぐられるようなナイフになってますので、僕自身非常に満足しています。第9位に入れました。おすすめなんじゃないかなというふうに思っています。もうすぐクリスマスということで、12月25日のどこかのタイミングで皆さんにプレゼントをお渡ししようと思います。公式 LINE の方でお渡ししようと思いますので、ぜひこの機会に遊びに来ていただければなというふうに思います。第8位のキャンプギアっていうのがワークマン関係のキャンプギアです。ちょっと細々とワークマンギアを紹介すると、他にもたくさん紹介したい道具があるので、もうまとめました。その中でも僕がおすすめするワークマンギアっていうのがこちら。今僕が着ているこのベストと、そしてこの冬に活躍する、スノーブーツになります。このどちらもコスパのいいものでして、
ちなみにこの僕が着ているこのノースリーブのベスト系の服っていうのが、550円だったかな。1000円未満で買える服でして、もう本当に夏場のアウトドアシーンには欠かせない服になりました。そして、こちらのスノーブーツの方は、1900円だったと思うんですけど、僕は2年前に購入したんですけど、ちょっと値上がりしてるかもしれませんが、もう本当にコスパが良くて、僕自身こうノースフェイスのヌプシの暖かいダウンシューズを持ってたんですけど、それがね、穴が開いてしまって、もうショックを受けてしまったんですよ。やっぱりね、アウトドアシーンではね、そういったねハプニングっていうのがあるので、やっぱりガシガシ使えないっていうか、こう道具に気を使うっていうのは僕自身ね、ちょっとね良くないなと思ったので、こうコスパのいいもので何かないかなって探した時に、このワークマンのブーツを探して、暖かさがどうかなっていうところはね心配だと思うんですけど、一定の基準の暖かさは保たれていたので、もうこれで十分だなと思いました。本当に一年中使っていたのでね、こうワグマギアもね探しに行くと意外と掘り出し物があるので、これからもねパトロールをして、いいものがあれば、購入していこうかなというふうに思っています。第7位のキャンプギアはこちら。このクッカーになります。僕自身2023年の後半に導入したクッカーなんですけど、このクッカーのいいところっていうのはフッ素加工がされているということです。焦げつかないですし、本当に拭くだけでクッカーが綺麗になったりします。もうめんどくさがり屋の僕にとっては、このフッ素加工があるクッカーっていうのは本当にありがたいです。トランギアのストームクッカーを使っていたんですけど、このクッカーも僕自身アルコールストーブで調理したりできて、ロマンを感じるクッカーで非常に好きなクッカーではあるんですけど、ストームクッカーよりも優れているっていうのが、このねジャストサイズの蓋がついているっていうところです。このね蓋がついていることでキャンプ料理をする幅が広がるなというところを感じて、この後半はこのクッカーをよく使うようになりました。またストームクッカーと違ってとってもついているので、本当に利便性が高くて、そしてサイズ感が2つあるので、どちらのクッカーを使うかっていうのもこの料理に合わせて使うことができるので、僕にとってはぴったりのクッカーになりました。ストームクッカーも大好きなんですけど、よりね使いやすいクッカーに出会ったなと思います。ただ、重さは結構あるので、山の上のキャンプっていうのはちょっと持っていくことはできないんですけど、平地でするキャンプとかには本当にぴったりのクッカーかなというふうに思って、後半はたくさん使いました。というわけで第7位のキャンプ道具はこちらのクッカーになりました。第6位に選ばれたキャンプ道具はこちら、100均のキャンプギアになります。今回はね100均のキャンプギアは2つ選びまして、1つは、僕の大好きなコーヒー関係のこのキャニスターです。僕自身コーヒー豆の販売もしているので、キャンプでもコーヒー豆の鮮度には結構こだわってまして、空気が入らない密閉できるキャニスターがいいんですが、結構ねキャニスターは大きいものが一般的に売られていて、2回ぐらいのコーヒー豆を持ち運びできるようなキャニスターっていうのがなかなかなかったんですけど、ある時ダイソーの100均に行った時にぴったりのキャニスターあるやんっていうところで、びっくりしてすぐに購入して、使ってみたところ、サイズ感であったりとか鮮度を保つような構造がしっかりとできていたので、このキャニスターが100円台で購入できるっていうところに驚きを感じて、買ってよかったでも紹介したんですけど、やっぱりこのキャニスターはね本当に買ってよかったなと思っています。そして、もう一つ100均でよかったなっていうのは、ナイフの練習になるスプーンを作れるこのキットですね。こういうものがね100円台で買える時代が来てるっていうところに僕自身本当に驚いています。こうやって100均ギアがね発達したのもやっぱりキャンプブームのおかげかなというふうに思うと、やっぱりキャンプブームが来て本当に良かったなというふうに思っています。というわけで、100均ギアが、第6位に入りました。第5位に選ばれたキャンプ道具はこちら。キルト式の寝袋になります。今までは僕マミー型の
言ってこうくるまる型の寝袋を使ってたんですけど、今回はね掛け布団式になるようなキルト式の寝袋を導入してみました。正直マミー型の南画のね寝袋を使っていて、非常にそれでも満足していたんですけど、やっぱり人生一度きりなので、こうマミー型とは違う寝袋を体験したいっていうことがありまして、じゃあ一回使ってみたいなというふうに思っていろいろね探してみたところ、こう海外のねブランドのこのねキルト式の寝袋がいいかなというふうに思ったので、今回個人輸入で、購入してみました。値段はそこそこしたんですけど、僕は道具選びでは一石二鳥感のある道具が好きで、このねキルト式の寝袋っていうのはその一石二鳥を叶えてくれる道具でした。寝る時はもちろんなんですけど、こうブランケットのように使うこともできて、こう夕方になってきたから寒いなって思った時とかはこの寝袋をね上に羽織ることによって寒さをしのぐことができましたし、掛け布団型にするだけじゃなくてマミー型にも仕様を変更することもできるので、いろんなシーンでこう寒さをね防ぐ道具として活躍してくれました。値段が高いだけあって本当にいろんなシーンで活躍してくれたので、今回5位という上位に食い込むようなランキングに入ってきました。一度ねキルト式の寝袋も使ってみてはどうかなというふうに思いまして、今回紹介してみました。僕自身おすすめできるギアですので、一度試してみてはいかがでしょうか。第4位に選ばれたキャンプ道具はこちら。この焚き火台になります。この焚き火台のいいところはこうガラスで炎の形が見えるっていうところ、僕の大好きな二次燃焼をしてくれて燃焼効率がいいっていうところです。変わった道具が好きっていうのは皆さんご存知だと思うんですけど、もう本当にこの道具もねちょっと変わってまして、どちらかといえば見た目は薪ストーブなんですけど、焚き火台なんです。そういったこう不思議な道具に結構惹かれる傾向があって、しかも機能性が良くて、そして見栄えがいいっていうこのね三拍子が揃っているので、僕自身本当に満足しています。またソロ用のね焚き火台をよく使っていたんですけど、この焚き火台だと友人と過ごすキャンプでも活躍してくれたので、4人ぐらいで囲むのにもちょうどいいですし、ソロでも使える大きさだったので、本当に僕自身サイズ感が結構フィットして、満足しているギアになっています。そしてなおかつコンパクトな焚き火台が多かったので、結構ね薪をね小さく切らなければいけないっていうことが多かったんですけど、そのまま薪をね入れることができるっていう手軽さっていうところにもやっぱり惹かれています。そういった手軽さと機能性、そして美しさ、この三拍子がね、この焚き火台に惹かれた理由かなというふうに思います。一つデメリットとすれば、やっぱりちょっと重いんですよね。僕の今まで持っていた焚き火台っていうのは結構軽量な焚き火台を選んでたんですけど、それに比べるとやっぱり重さであったりとか、片付けの工程がちょっと多かったりするんですけど、それを上回るぐらいガラスから見える、焚き火が美しかったりっていうところにね、魅力を感じているので、今回第4位という上位に食い込んできました。ついにベスト3まで来ました。ベスト3の前によく質問をいただくキャンプギアについてお答えしていこうと思います。どんな質問をいただくかというと、寒さ対策のインナーダウンについてどんなものを使っていますかっていう質問があったんですけど、僕自身インナーダウン、このねモンベルのインナーダウンを使っています。やっぱりこうアウトドアブランドのインナーダウンっていうのはフィルパワーが高かったりとか扱いがしやすかったりするので、このモンベルのインナーダウンを使っています。正直ユニクロのねウルトラライトダウン的なダウンでも申し分ないと思うんですけど、ちょっとね過酷な環境も行ったりするので、僕はねこのモンベルのインナーダウンを使っています。またもう一ついただく質問が、撮影機材何使ってますかっていう質問なんですけど、確かに撮影機材もキャンプギアの一つなので紹介しておくと、僕はこちらの OM システムの OM1 というカメラをメインカメラとして使っています。カメラもねキャンプギアの一つなので、こうガシガシ使いたいんですよ。そうなると雨にも強いカメラっていうのが僕の中では選ぶ基準の一つなので、防塵防滴のあるこの OM1 を使って撮影していますっていう、このね2つの質問が非常にこの1年間多かったので、質問に答えてみました。ぜひ参考になればと思います。ついにベスト3を紹介したいと思います。まず第3位に選んだキャンプギアっていうのがこちら。
このテントになります。2023年最後の購入者テントになると思うんですけど、もう久しぶりのね大型のテントを買ったんですけど、このテント本当に良かったです。なんていうんですかね、高機能というテントっていうのはこういうテントなんだなというふうに思いました。このテントは第10位で紹介したテントと同様にドーム型のテントなんですけど、広さがね倍以上違いました。外側と内側にもスカートがついていて、冷気も防ぐことができますし、なおかつ薪ストーブを使えるテント穴もついてましたし、そして腰をかがまなくてもこう過ごすこともできるテント、大型のテントなので当たり前なんですけど、これが非常に良かったです。大型でも設営が簡単っていうところにも非常に驚きました。キャンプの楽しみ方の選択肢が増えるテントだなというふうに思って、こう感動して、俺は買ってよかったなというふうに思いました。そういったね感動をね与えてくれるキャンプギアっていうのはね、なかなか1年間でも出会うことが少ないのでいいなというふうに思ったので第3位にしてみました。そして第2位に選んだキャンプギアっていうのがこちら。そうなんです。エバニューのクッカー類になります。これはね、うすうす皆さんも感じていたと思うんですが、このエバニュー系をこの1年たくさん買いました。そして満足しています。それぐらいスタッキングの良さ、使い勝手の良さっていうところに僕自身感動したキャンプギアとなります。最初はね、アウトドアショップに行って何気なしに見て手に取ってみたところ、あれこれいいんじゃないっていうところから始まって、一つクッカーを購入したところ、使い勝手いいしスタッキングいいし、なんだこのクッカーはっていうところから、いろんなねエバニュー商品をこの1年、買うことになりました。そうすることで互換性が良くて、スタッキングに非常に相性が良かったので、山の上のキャンプをする時などには本当によく活躍してくれました。バックパックの中に空間が生まれたことによって、いろんなものを持っていくことができて、山の上でのキャンプの快適性が向上しました。チタン製でできているので本当に軽いですし、耐久性にも優れているので、僕自身本当に心からおすすめできるクッカーかなというふうに思っています。またエバニュー商品など、そういった軽量できるキャンプ道具もね、いろいろ導入して感動できる道具に出会っていこうかなというふうに思っています。さあ、ついに残り一つとなりました。第1位に選ばれた道具っていうのは多分皆さん予想しておられると思いますが、今年1年このチャンネルを見ていただいてたら多分わかると思います。第1位に選んだキャンプ道具っていうのがこちら。このバーナーになります。もうね、第2位と第1位はね、順番はねどっちでも正直いいんですよ。この第1位と第2位に選んだこのねクッカーとバーナーのスタッキングの相性の良さっていうところに僕自身もう感動して、メーカーが違うのに本当に相性が良くて使い勝手が良くてキャンプの快適性を向上してくれたっていうところで、このバーナーを選びました。このバーナーは本当に火力が強くて、そしてコンパクト、そして軽量っていう、もう最高の3拍子揃った最高のバーナーと出会うことができました。この存在はね2年前にも知っていたんですけど、もっと早くから導入すればよかったなと思えるバーナーでした。なおかつ値段も安いっていう、もう4拍子ですね。4拍子揃ったバーナーっていうのはなかなかないので、山の上を景色をね楽しむキャンプであったりとか、軽量したいって思っている方にはおすすめできるバーナーなので、一度ね手に取ってみていただけるといいかなと思います。僕自身選んだバーナーですので、おすすめできるバーナーかなというふうに思います。正直ね、もう第1位第2位はバレバレだったかなというふうには思うんですけど、少しでもね、参考になっていたら嬉しいです。そして、2023年残りわずかですが1年間、このチャンネルを見ていただき本当にありがとうございました。また来年もね、僕自身アウトドアが好きなので、たくさんアウトドアに行って動画を作っていこうかなというふうに思います。何かね少しでも参考になっていれば幸いです。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。